何を書きたいか決まってないやつが多すぎる。自分がいつまで経っても下手と感じる人やオリジナリティを出せない人はこのテーマを決めることの重要さが分かってない。上手くなりたいけど何したらいいのか分からへんってずっと足踏みしてる人いるでしょ。絵が上手くなりたいって気持ちは夢や願望であってテーマではない。上手くなりたいかじゃなくて何を書きたいかが重要なの。ゲームあるでしょ。 RPG ってサクサク強くなれるよね。あれはどうしてでしょう。あれはね、テーマがはっきりしてるから。ゲームで言うとクリアするためにラスボスっているよね。あれを倒さないとクリアはできないよ。このボスを倒すってことが今回のテーマ。今のままだとラスボスは倒せない。ではみんなどうするか。倒せなかったらまずレベルを上げる。装備を変えてみる。ボスの行動パターンを覚えて弱点をつく。倒すためにいっぱい試行錯誤するよね。こうやっていっぱい試行錯誤できるのもどんなボスかがはっきりしているから。書きたいものを決めてない人っていうのは倒すボスが一体何なのか分かってない状態。何にも分かってないから名前も分からない。名前が分からないから調べることもできない。全くどうすればいいのか分からない。これが足踏みの原因。いやいや、かかげさん、その書きたいものが決まらないんです。その書きたいものの決め方、テーマが決まった後への対策方法、教えてしんぜよう。こんにちは。講師を務めます。イラストレーターのねぎまプリンと申します。この講座は魅力的なオリジナルキャラクターのイラストをテーマに進めていきます。それではよろしくお願いします。ファンタジー世界を想像する。ファンタジーを描くときは、現実ではない想像の世界を描くことになると思います。ですが、想像するといっても、その範囲はとても自由で広く、難しく感じる人もいるかもしれません。私はよくあるイメージから少し違和感を与えるといったような形で、ファンタジー世界を作っています。ここでは、具体的にどのような方法でファンタジー世界を描いているのかを説明していきます。よくあるイメージからずらしていく。ファンタジーを考える最初の出発点として、まずテーマに対してみんなが思っているよくあるイメージというものを考えたり調べたりしていきます。ファンタジーを作っていく上で大切なのは一般的なイメージから発展させたりずらしたりすることです。なのでみんなが持っている共通のイメージを一度整理しどう応用していくかを考えていきます。簡単な例を使って解説していきます。ここではテーマを青空とした場合で考えてみました。青空といえば多くの人が思い浮かべるのは雲や鳥、飛行機といったものかもしれません。青空を表現するとき、こうしたモチーフを取り入れることで青空らしさが伝わっていきます。これがよくあるイメージを取り入れるという基本になります。しかし、これだけだと青空がよく描かれていくだけであんまりファンタジー感が出ているとは言えません。ここからファンタジー感を出すには別の角度からの発想が必要です。空から連想できるモチーフから一旦離れて別の視点から情報を足していきます。例えば、青空は青色が特徴的ですので、空を海に見立てて、もしそこに大きなクジラが泳いでいたら、など、青というキーワードから近い内容をつけてみました。すると、空と海で青色の共通点があるので、雲によって空に見えつつも、クジラによって海にも見えるという二重の意味が生まれながらも、自然な感じで紛れ込ませられたと思います。このように普段は空に存在しないものを絵に追加していくことでファンタジー感のあるイラストを生み出すことができます。ファンタジーを描く上で自由な発想をしていくのが大事だと私は思っています。時には全然違うところから発想を持ってきてくっつけてみても面白いんじゃないかなと思います。私はこういう時によく何でもいいからまずは置いてみる、入れてみることをします。それではこの自由な発想からどのように絵に落とし込んでいくかを例を使って話していきます。
空とは全く無関係のピーマンと空という要素を合わせた空に大きなピーマンというワンアイデアを作りました。ここからこのワンアイデアを絵の中でつなげたり膨らましていくことで説得力を作っていきます。ピーマンを空に描くだけではここになぜピーマンがあるのかわかりませんから、例えば大きなピーマンを隕石に見立て落ちてくる様子を描くためにエフェクトを足しました。こうすることでこの世界では巨大なピーマンが落ちてくる世界なのかというような面白みが足されました。さらにここに顔をつけてみたりすると隕石と合わさることでエイリアンのような雰囲気になりました。このようにまずは何でもいいから書いたり入れてみたりして、そこからどうつなげるか、どう膨らませるかを考えていくことでファンタジーの発想は広がっていきます。ここでは実際に描いた作品で説明をしていきます。私は過去に魔女をテーマにしたイラストを描いていました。魔女という要素に対してよくあるイメージは、黒い服を着て、ほうきに乗って夜の街を飛んでいたり、薬品を煮詰めて研究していたり、呪文を唱えている姿などです。こうした描写はとてもわかりやすく魔女らしさを伝えてくれる表現だと思います。この魔女というすでによくあるイメージから発想をずらしていくことでファンタジーの世界観を広げていきます。例えば服装のイメージを変更しました。魔女といえば黒い服というイメージが強いですが、こうあえて白にしています。黒という固定概念から外れることで魔女の印象は大きく変わり、清らかな神聖さが感じられる存在に見えてファンタジーの世界観が広がったと思います。この魔女と白のワンアイデアから発想を広げていきます。例えば爆発のイメージの強いエルフと組み合わせてみたり、軽い雰囲気になっているので南国の要素と組み合わせてみたり、黒から白に反転したイメージから赤様というモチーフを掛け合わせてみたり、明るいイメージで明るい未来のイメージを取り込んでみたり、こうしてワンアイデアから異なる要素を重ね膨らましていくことで新鮮で独創性のある世界観が広がっていきます。こちらの作品は魔女と季節というワンアイデアから魔女と夏で花火の魔女や魔女と梅雨で雨の魔女という発想を膨らませています。魔女という存在は時期を表すならハロウィンが多いですが、あえて違う季節の要素を取り入れてみることで斬新さを出しています。リアリティのある雰囲気の出し方。自由な発想について説明をしていきましたが、自由な発想、そのアイデアを使って絵にリアリティをつけていくことで没入感が生まれていきます。没入感を出していくには、この空間らしさというものが重要です。ここではまずリアリティのある雰囲気の出し方の基本を説明していき、その後にファンタジー世界でのリアリティを出していくやり方を説明していきます。リアリティのある雰囲気の出し方。これは何の変哲もないただの部屋です。その背景でキャラクターがここで生活している感じはあまり出ないと思います。ここに生活に必要なものを考えて描いていくことがリアリティを出すという基本の考え方になります。まず寝る場所として部屋にベッドを置いてみました。すると寝ることはできるということが分かって少し生活感が出ます。でもまだベッドだけでは生活感は足りず、リアリティがあるとは言えないので、さらに日常的に使えそうなものを追加してリアリティをどんどん足していきます。こちらでは丸い移動テーブルとテレビ台とテレビ、そしてエアコンを追加してみました。するとカオスだった空間がまたさらに生活感が出てリアルな感じが出てきます。さらに壁にポスターや時計、お茶碗やお箸、窓にカーテンとかを追加しました。これだけの情報が入ってくると、今まさに誰かが住んでいるようなリアルさを感じることができると思います。また置いてある家具の種類によっても住んでいる人を想像できるようなリアリティさを演出することができます。例えば置いてあるものをテレビではなくパソコンとゲームチェアなどにします。するとゲームをするのが大好きな人が住んでいると想像することができます。このように物を追加してあらゆる情報を足していくことでリアリティのある雰囲気を出すことができます。そのキャラクターがイメージできるようなものを置いていくことが大切です。
ファンタジー世界でのリアリティ。ファンタジーイラストにおいてもリアリティを出す基本のやり方は変わりません。そのキャラクターの背景がわかるように世界観を作っていきます。ファンタジー世界の住人がそこにいて暮らしている感を出していきます。例題へ海底のメイド。このイラストは海底のお屋敷のお掃除をしている猫耳メイドさんを描いています。それらを表現するためのものは、例えばこれらのもので表現しています。海底なので窓の外には海の景色を入れています。ただの水色や白のグラデーションでは海ということが分かりにくいかもしれないので、分かるように魚のシルエットを入れています。また海底のお屋敷という設定ですので、窓の外には他のお屋敷らしき高級そうな建物を入れることで、複数の屋敷が並ぶ風景を自然に想像させ、現実の建築とも重ねてイメージができるため、このキャラクターが立っている建物の外観を想像させることができます。全体の内装はメイドの服装が出るようなメイドさんのイメージのため、照明にはシャンデリア、バラの入った鉢植えとティーセットを描きました。また、キャラクターは猫のメイドさんなので、猫は魚が好きというよくあるイメージを使い、魚のモチーフをキャラクターの衣装や水槽、椅子のデザインなどいろんなとこに紛れ込ませています。また、水というイメージとお掃除というイメージを表に少し出すためにシャボン玉を浮かしています。一つ一つは現実にありそうなものたちですが、こうしていろんな要素を組み合わせることで、海底屋敷という世界観を作り上げ、リアリティを出しています。例題へ森林の中のメイド。このイラストは木々が豊かな町の植物研究所にいる魔法使いのメイドさんをイメージしています。植物研究所なので、あらゆるところに違う植物を置いています。また、研究資料らしき紙や試験管を置くことで植物のたくさんある家ではなく研究所らしい雰囲気を出しています。さらに、ただの植物ではなく少し青く光るキノコやクリスタルを置くことで魔法の世界観を作っています。このように、その世界に暮らしているであろう住人の暮らしの様子を中心に考えることで、見る人にとって現実感を持ってもらいつつ、ファンタジーのような独特な世界観を体感してもらいます。この講座を通して魅力的なオリジナルキャラクターのイラストを描くための考え方や工夫を少しでも感じ取っていただけたら嬉しく思います。感想のコーナー。この講座どんな人におすすめか。ズバリオリジナルキャラクターを描いてみたい人にすっごいおすすめ。ネギマプリン先生は毎回ゼロからファンタジーなオリジナルキャラクターを生み出せるって自負してるぐらい、それだけキャラの組み立て方にメソッドがあるってこと。描いた色や質感が人が見た場合どう感じ取っているのかといった感覚に非常に長けたイラストレーターさんだなって思いました。明るく見られたい、冷たく見られたい、この伝え方をしたい場合はこうするって考えがはっきりしてる。ルールはあるけど、時には見栄えを良くするためには破ることもある。そんなポイントもすごい勉強になったかな。特に個人的に面白かったのは、装飾に使う刺繍の描き方がとても勉強になったかな。刺繍の特徴なんてね、全然考えたこともなかった。さて、気になる人はぜひネギマプリン先生の講座を見ましょう。ほな、また。